アニョハセヨ、フチです。このチャンネルではいろんな料理をご紹介していますが、なぜかポッサムの動画がよく見られているみたいで、それなら期待に応えてどんどん紹介しなくちゃと思って、今回は一人でもポッサム定食を気楽に楽しめるお店に行ってきました。今回も本チャンネルで配役を務めているメガネが食事に付き合ってくれました。おはようございます。구독자様です。メガネです。今日はポッサム食べるよ。깔끔하게 입고 오셨네. 갑시다. 本日の店はウルチロ4ガにあるタオリ食堂という店で、口コミ約500件。そんなに知られたお店ではないですが、口コミのほとんどが味とコスパを絶賛しているお店です。色あせた看板こそ味だけで生き残ってきた時間の証ではないでしょうか。期待を胸に早速店の中に入ってみました。店内は思ったより広くて清潔感がありました。午後2時頃に伺いましたが、ほとんどのお客さんが一人様でした。ちなみに口コミによると、平日のランチタイムは並ぶこともあるそうです。メニューです。ポッサム、定食、チゲに焼き魚、好みのメニューが多くて目移りしてしまいますが、本来の目的を忘れずにポッサム定食を注文しました。定食の中身です。ご飯、そして韓国の味噌と白菜が入ったスープ、おでんの炒め物、열무김치、ヒユナのナムル、網の塩辛、生のニンニク、韓国味噌。動画を撮るのを忘れましたが、白菜のキムチと豆もやしの和え物、以上のラインナップとなります。ちなみに映像のポッサムは2人前で、1人前はこの半分、残念ながらニラはついてこないそうです。まだ4月なのに結構暑いので、まずは冷たいビールで喉を潤してから本格的にいただこうと思います。ちなみに私は韓国の美味しいお店を皆さんに紹介しております。これからもたくさんのお店を紹介しますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。まずはお肉から見てみましょう。部位は、腕肉が使われていて、脂身と赤身のバランスが絶妙でした。このお店を皆さんにご紹介できるかどうかの第一関門、お肉の臭みについても難なくクリアでした。無難にクリアどころか、お肉がとっても柔らかくて旨味があり、最高のポッサムに出会えて嬉しかったです。今度はシンプルに網の塩辛につけて食べてみましたが、豚肉の旨味と肉汁が塩辛の塩味と溶け合って、豚肉本来の美味しさをぐっと引き立ててくれて、とても美味しかったです。ポッサムにおいてお肉と同じぐらい重要なのがポッサムキムチだと思いますが、この店のキムチは塩味、辛味、甘みのバランスが抜群。白菜の新鮮さとシャキシャキした食感が豚肉をより一層美味しくしてくれる最高の相棒だなと感じました。ではサンチュ巻きはどうでしょうか。新鮮なサンチュに豚肉、ご飯、ニンニク、味噌を乗せて食べてみると、肉の肉汁と旨味、ご飯の甘み、ニンニクのパンチ、味噌の風味が噛めば噛むほど一つに重なり合います。まるで年末の同窓会に参加したら大好きな友達が続々と集まってきて、これ以上ないと思える最高の同窓会になったような感覚でした。あまりの美味しさに壁に貼ってあるメニューを見直して、この値段でこのクオリティと感動してしまう、そんな驚きの美味しさです。自称美食家であり、当チャンネルの配役として活動中のメガネも、臭みが全くなくて肉が柔らかいので、今まで食べたポッサムの中でベストに入るほど美味しいと絶賛していました。というかこの人、小学3年生レベルで辛いものが苦手なのですが、매운 것도 못 먹는 소리죠. 가라이, 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 가라이。面白い友人と一緒に食べると美味しさも倍増する気がします。サンチュ以外に白菜も出てくるのですが、白菜に肉、大根のキムチ、ニラの和え物を乗せて食べてみると、甘みのある白菜のシャキシャキ感、甘辛い大根キムチのポリポリ感、そしてごま油が香るニラの和え物が合わさり、味はもちろん食感や香りまで大満足の味わいでした。
特にこのごま油がたっぷり入ったニラの和え物と一緒に食べると、肉本来の淡白なうまみをごま油の香ばしい風味が優しく包み込むような味わいでとても美味しかったです。さらにこの味噌の話もせずにはいられません。このお味噌、味が強すぎずうまみと風味が豊かなので、ポッサムと一緒に食べた時に肉の香ばしさを邪魔することなく見事に味を引き立ててくれました。ポッサム専門店でお味噌がこんなに美味しいんだと感動したのはこのお店が初めてでした。最初にご飯とお味噌汁が出てきた時、スープがすっきりしてて深いなと感動しましたが、やはりこの美味しいお味噌を使っているからこその味だったと思います。もしこのお店を訪れることがあれば、ぜひこのこだわりの味噌の味もじっくり味わってみてください。総評です。2026年、今年訪れたお店の中でもベスト5に入る可能性がかなり高いと言えるほど、全力でおすすめしたいお店です。ハンターハンターのネテロ会長が、ただひたすら感謝の政権付きという基礎を繰り返すことで部の極みに達したように、このお店のボッサムは一体何がそんなに美味しいのかと聞かれたら、派手なパフォーマンスや強いインパクトがあるわけではないけど、基本に充実であること、柔らかくて豚肉特有の臭みが全くない、その当たり前を完璧に守り抜いている点こそがこの店の凄さではないかと思います。野菜の鮮度、メインのポッサム以外のおかずの美味しさ、そしてお味噌汁までもが絶品で、1人前1万1000ウォンという驚きのコスパもこのお店を全力でおすすめしたい理由の一つです。お酒を一緒に飲んでいたのでおつまみがもう少し欲しくて、お肉を追加注文したのですが、追加のお肉はサムギョプサルと腕肉の2種類から選ぶことができます。私たちはサムギョプサルを注文したのですが、思いのほかお肉に弾力がある方でした。お肉を追加したいとき、歯ごたえのあるお肉が好きな方はサムギョプサルを、柔らかいお肉が好みの方は腕肉をおすすめします。トイレは店の奥の方、左側にあります。男女共用なので参考にしてください。最後にアクセスのご案内です。最寄り駅はウルチロ4ガ駅の6番出口です。出口を背にして少し歩くと左側に道があるので、そこを挫折して再び少し歩くと交差点に出ます。ちなみにネットの店舗情報には土曜日も営業時間が22時までに記載されていますが、レビューを見ると土曜日は午後3時頃に閉まるという声もあるので、その点は参考にしてください。さあ、交差点に到着しました。ここで右折して100メートルほど進むと右側に店が見えてきます。小さな商店や町工場が多いので通り過ぎてしまうかもしれませんが、豚肉の絵が描かれた看板を目印にしてください。それから店の前の道が狭く、周りの町工場ではフォークリフトで作業をしていたりするので、十分に気をつけてください。皆さん機会があればぜひ訪れてみてください。今回のお店タオリ食堂の食レポはここまでです。チャンネルをお休みしていた間、去年の11月に、7年ぶりに日本へ行ってきました。久しぶりの訪問だったので、少し長めに、なんと2週間も滞在してきました。日本に7年も住んでいながら、当時の私の人生は学校、バイト、職場、家という駅だけが存在する線路のようで、その線から一歩外れれば出会えたはずの見知らぬときめきを私は徹底的に遠ざけて生きてきました。なので行ったことのない場所ばっかりなんです。多分ルーレットを100回回したら99回は未踏の地が出るぐらい、私が好きな人に告白して振られる確率と同じぐらいですけれども、行ったことがない場所だらけなので、どこに行こうか迷った結果、有名な旅行チャンネルを参考にして動画のような風景が広がる白川郷、水の音が路地に響く九条八幡、江戸の面影を残す飛騨高山、伝統とモダンが優美に交差する金沢、千年の月日を静かに抱く京都、源氏物語の舞台宇治、白鷺の翼のように気高く美しい姫路、名園の町岡山、白壁と水路が一幅の絵のような倉敷、
瀬戸内の青い海が広がる尾道、海の上に立つ神秘的な神の島生津島、以上の日本の美しい町々の風景をカメラに収めてきました。一人旅だったので友人と行くような賑やかな動画ではありません。ただ日本のその様々な景色を見て、その時心に浮かんだ感想を地味に語るような動画ですので、一人の韓国人は、日本の風景を見てこんな風に感じるんだ、くらいの気持ちで見ていただければ幸いです。旅の始まり第1話は白川郷からです。空港からどこかへ向かう高速バスは乗ったことがあっても、バスターミナルから乗るバスは初めてでした。言葉は少し通じるとはいえ、何番乗り場でどのバスに乗ればいいのかもわからず、少し緊張したんですけれども、でも天気が良くて気分は最高でした。最初の目的地から快適だなんて、自分はやっぱりラッキーな男だなと思いましたけど、ちなみに2週間の旅の中で朝から晩までずっと晴れていたのはこの日を含めてたった3日だけでした。白川郷に到着して最初に感じたのは自然だというその開放感、空気が澄んでいて灰が現れるような感覚でした。韓国も日本と同じくらい山が多く、国土の 70% が山なのですが、この日初めて見た雪山の姿に圧倒されました。自然をより身近に感じた印象的な瞬間です。そんな中目に入ったのは熊出没注意の看板。韓国には熊がほとんどいないので、最初は実感が湧きませんでしたが、やっぱり気になりますよね。で今映っているこのシーン、村の端っこで観光客もいない場所だったんですけれども、私がこの辺で撮影をしていて、後ろがすぐ森で誰もいないし、熊出てきたらどうしようと怖くなって、だるまさんが転んだの鬼になったみたいにめっちゃ後ろを振り返りながら撮影をしていました。白川郷は小さな村ですが、私をここに引き寄せたのはこの独特な合掌造りの家です。まるで北欧のどこかの村に来たような不思議で美しい景色。昔の人たちはデザインなんて意識して建てたわけではないはずなのに、どうしてこんなに周囲の自然と調和しているのか、その美しさに感動しました。こんなに美しくて独特な風景をなんと一望できる展望台があるというので、行ってみることにしました。シャトルバスもありますが、歩いて15分ほどだというので、散歩がてら歩いてみることにしたんですが、上り坂は少し急でじんわり汗をかくぐらい少し大変でした。展望台に着いた瞬間、白川郷にこれほど多くの観光客が訪れる理由が分かりました。家族や大切な人を思い出すような景色、あの人にも見せてあげたいなと思うような、そんな風景でした。チャット GPT が、今年から来年にかけて彼女ができる可能性が高いと言ってくれたので、未来の彼女といつか一緒に来る場所リストに入れておくことにして、初日から無理はしちゃダメなのでホテルに戻ることにしました。雪が積もった冬の景色はもっと素晴らしいそうなので、次は冬に行ってみることに、絶対に彼女と一緒に行くことにそう心に決めて、第1話白川郷巡りは、ここまでにしたいと思います。以上、チャット GPT の予言を信じている男フチでした。韓国の風景やエッセイなどをインスタで配信していますので、よかったらインスタの方もフォローしてください。